皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は2つ。まず第一に、日本にも程近いロシアのウラジオストクにおいて、ウクライナ軍の破壊工作が行われました。前線からは非常に遠い地域での作戦行動といったこともあり、この行動が何を意味するかについて解説しておきましょう。2つ目に取り上げる話題は、日本の安全保障にかなり関わってくる部分。アメリカがアジアの友好国に対して防衛費をもっと上げよと呼びかけています。具体的には GDP 比 5% を目標にするようにという話が出ています。トランプ大統領は従来からヨーロッパに対してはヨーロッパの安全保障はヨーロッパで自分で何とかしろと言っています。そのために各国の防衛費は最低でも 2%、目標としては 5% を目指せという話をしています。同じ持論がアジア諸国にも向けて発信され始めています。今回はこの2つの話題について解説していきましょう。まず場所の確認。ウクライナ軍が破壊工作を行ったウラジオストクは日本海に面しているロシアの都市です。現在前線となっているウクライナの地から見た場合において6000キロ以上離れた場所での出来事です。ウクライナ情報総局ウラジオストクでの特殊作戦を実施。ウクライナ国防省情報総局はロシアの極東ウラジオストクのデサントナヤ湾で特殊作戦を実施した。これによりロシア軍の人員と兵器に被害をもたらしたという。関係者は5月30日朝、ロシアのウラジオストクのデサントナヤ湾の近くで2回の強力な爆発があった。それは情報総局の作戦の成功によるものだった。現時点ではロシア軍第155独立親衛海軍歩兵旅団第47独立空中襲撃大隊の配備地点で少なくとも2回の爆発があったことが判明していると発言した。関係者は爆発の一つは検問所付近で発生し、もう一つは部隊の人員と司令部が入っている場所で発生したと述べた。攻撃は人員、軍装備品、特殊機材を狙った。地元住民は少なくとも10台の救急車と避難用ヘリコプターが現場に到着したと証言している。軍のトラックで破損した機材が基地から運び出されているとも伝えた。関係者は今回攻撃された第155海軍歩兵旅団はウクライナでの戦闘に積極的に参加している部隊だとのことです。特にマリウポリ、ブフレダル、クルスク州での戦闘への参加が記録されているとのことです。今回の攻撃単体で見た場合においては巨大な成果を得られたわけではありません。しかし影響は大きく出るでしょう。なぜならばこれまでのウクライナの破壊工作といったものは基本的にはモスクワを中心としたロシア西部で行われることが多く、このように極東ウラジオストクでの攻撃といったものは従来は見られませんでした。つまり、この地域での警戒態勢を引き上げる理由ができたわけです。ロシアは国家予算の3割以上を軍事予算として確保していますが、それに伴って従来の行政サービスや福祉予算などについては大きく減額を迫られています。そして軍事予算について言っても基本的にはウクライナ侵攻のために最も大きなお金を費やしたいところです。ところがこうした警備コストといったものは何も起こらなければどんどんと失われるお金なわけで、決して何か新しいものを生み出すわけではありません。従来警戒レベルの低かったところにおいてもっと人員を割いて警戒態勢を強化しようと思えば当然のようにより多くのお金を必要とします。また場所について言ってもこれは一つ重要なことで、従来の西部地方だけではなく極東地域でもウクライナの潜入工作員の活動が見られるというのであれば、当然のようにその中間地点における中部地方においても何か動きがあるかもしれないと警戒態勢を整える必要性も出てくるでしょう。逆に何にもしないというのであればそこにつけ込んで、例えばウクライナ軍の破壊工作員がロシア国内の鉄道網に対する攻撃を行うといった可能性はあります。非常に東西に国土の長いロシアの場合、人口が多く集まっている西部に比べて中部地域においてはどうしてもスカスカな部分が多々あります。それらの地域に警備網を引くというのは、非常に現実的ではありません。それだけに守りの手薄なところを攻撃されるかもなと思わせるだけでも、今回の破壊工作は後々まで影響を広げる可能性があります。また現在のところ
犯人が逮捕されたといった話も全く出ていませんから、どのような人物がこうした活動を行っているかは不明です。単純に考えれば、ロシアの友好国から何らか身分を詐称した人が入っていると思われるので、入国管理にも当然多くの監視強化の目が必要となります。しかし現在ロシア国内では労働者不足といったものが非常に深刻であり、海外からどんどんと人を入れて一時雇いの労働者として雇う傾向が強まっています。他の国からどんどん人は入れたいのに、しかしそこに監視の目を強化しなければならないという課題が突きつけられるわけで、ロシアとしては頭の痛い問題となるでしょう。そしてその危険性について過小評価すれば、ウクライナ側はこれにつけ込んでどんどんとロシア国内での破壊工作を行うことができるでしょう。次にアメリカからのメッセージで、日本もいずれは防衛費をもっと増額せねばならんというような状況が生まれそうです。ブルームバーグ通信より、アメリカの国防長官、アジアの同盟国に防衛費GDP 比 5% を求める中国を警戒。ペグセス国防長官はアジアの同盟国に対し防衛費を国内総生産 GDP の 5% に向け引き上げるよう強く求め、中国による台湾侵攻の可能性に備えるためより強い危機感を持つ必要があると警告した。ペグセス氏はシンガポールで開催中のシャングリア対話で演説し、各国に対しアメリカとの防衛協力を強化する一方で、中国との経済的な結びつきを深めることには慎重を期すよう呼びかけた。この発言はトランプ政権が NATO の同盟国に促してきたのように、アジア各国に対しても自国の防衛により多くの支出を求める姿勢を明確にしている。NATO 加盟国は GDP の 5% を国防に充てると約束している。ドイツでさえもそうだと述べ、ヨーロッパの国々がそれを実行しているのに、アジアの主な同盟国がより深刻な脅威に直面しているのに、防衛費を抑えているのは理にかなっていないのではないかと問いかけた。ペグセス氏の姿勢は、トランプ政権が第1期で日本や韓国に米軍駐留経費の負担増を求めたように、同盟国への圧力が今後も緩むことはないことを示唆。今回の演説ではそうした支出には触れなかったが、トランプ政権の当局者らは一貫して各国は自国の安全保障でアメリカへの依存を減らすべきだと主張している。今回の会議に参加している中谷防衛相は、ペグセス氏と個別に会談。ペグセス氏から防衛費のさらなる増額を求められたかどうかを問われ、中谷氏は明言を避けた。各国それぞれ自分の国は自分で守れるだけの予算をしっかりとつけなさいという話は、トランプ大統領もいつも口癖のように話していますし、今回ペグセス国防長官や国防次官なども同様の話をしています。じゃあもしも自分の国を守れるであろう予算をつけていない国がどうなるかについて、トランプ氏はアメリカの力にただ乗りするような国は助ける気がないといった話も以前ヨーロッパ向けには行っていました。この理論がそのままアジア各国に対しても向けられる可能性はあります。なお、ここでいうアメリカの同盟国として挙げられているのは、日本、オーストラリア、韓国、ニュージーランド、フィリピンといったような国々で ASEAN 加盟国全体に対しての呼びかけではありません。ASEAN 加盟国全体で言えばアメリカにとっては友好的な国が多いわけですが、だからといってアメリカが直接援軍に入るような関係性はありません。それだけに日本に対してもこれからどんどんと防衛費を増額せよという圧力は高まってくると考えるべきでしょう。なお、日本の防衛費は長い間 GDP 比 1% の状態が続いていて、最近になってようやく 2% を目指しますよという状態になっています。しかし目指しますよとは言っていますが、まだ達成しているわけではありません。そこにさらに GDP 比 5% を目指せと言われるような状況がやってくれば、当然のように今の予算の2倍以上にしなさいという話であり、これはかなり大きな圧力になるでしょう。ただ、トランプ大統領や国防長官らのこの話にはちょっと続きがあって、防衛費を増額せよと言いつつも、その国における防衛産業がどんどんと力をつけようという意味合いで彼らは話をしていません。それこそ予算が増えたんだったらアメリカ製の兵器をどんどんと買いなさいといったような話もセットでやってきます。ヨーロッパにおける防衛費の増額の時にもトランプ大統領はもっともっとアメリカから兵器を買えというような話をしていました。しかしヨーロッパ各国にはもともと防衛産業がそれぞれ有名メーカーなどもありますから、予算をいかにしてヨーロッパ域内で使うかについても活発に議論されています。逆にそのように自分の国で技術力の高い
防衛産業がない国においては、とにかくお金を払って軍事力の増強といったものに努めることとなりました。例えば中東地域においては、そのような傾向が非常に強くなっていて、アメリカから何兆円単位での軍事物資を購入する話などが次々とまとまっています。トランプ政権としては中東地域におけるような、とにかくアメリカから爆買いしてくれるような軍事費の使い方を望んでいるわけです。じゃあ日本に対してはどのような話が来ているかといえば、現在のところ戦闘機の開発計画や購入話といったものが入り始めているようです。具体的には F47 戦闘機です。現在アメリカが生産しているステルス戦闘機といえば F35 戦闘機があります。F47 はF22 の次の戦闘機として想定されているもので、まだ現物はありません。だいたい2030年までにはある程度の形を整えて製造にこぎつけたいとトランプ大統領が話している次の戦闘機です。一方日本では F2 戦闘機の退役といったものが2030年代中盤にやってきます。それをめがけて今、イギリス、イタリア、日本の3カ国での共同開発計画が進められているのですが、アメリカとしてはそこに横槍を入れて、いやいや自分たちで開発するんじゃなくてアメリカから戦闘機を買えといった話へとちょっとつなげたい思惑があるものとみられます。たとえその計画を邪魔することができなかったとしても F35 をどんどんと買いますよりは F47 という次の戦闘機の開発予算などもついでに日本からせしめた上で次の戦闘機をアメリカ自身も開発配備したいという思惑があるかもしれません。しかし防衛装備品でアメリカからどんどんと物を買うというのは結局のところ日本国内における生産能力を奪うことにもつながるわけなので、なんとかこのような要求は跳ねのけて国際共同開発した戦闘機を日本でも生産するような道を実現した方が良いでしょう。一方で中国の脅威が高まっているというのも事実なので、自分の国をいかにして守るか、そのための予算の増額については考えていかなければなりません。ただし安易な増税といったものは当然国民生活を苦しめることになるので、具体的な政策としてはかなり慎重に考えを巡らせるべきです。例えば以前私が提言したような、まずは外国人や外国法人に対する課税を強化するといったような方策や、日本国内での脱税をもっと取り締まるといったことなども重要でしょう。例えば訪日観光客3600万人いるわけですから、これらの人たちに対して一律1万円程度の課税をするといったようなことや、現在はこれらの人たちが海外に持ち出すことを前提としたものについては消費税が免税されているわけですが、これらについても免税を廃止したり、海外から日本に対する投資について不動産の購入や維持についても取得税や固定資産税の特別加算税を課して税収を確保したりなど、まずは日本国内で大きな反対が出ないところからの増税を実施したり、社会保険庁と国税庁を合体させて納めるべき人たちが納めていないのを見つけ確実に徴収していくような強化と効率化といったものを図るなど、やるべきことはまだまだあるでしょう。国際情勢の悪化に伴って防衛予算をもっと増やせという要求は海外から強まりますし、国内においてもいずれ必要だという考え方は事態の悪化に伴って認識する人が増えていくでしょう。その時に安易に増税するのではなく、まずは知恵を絞ったところから始めようというのが私の主張です。少なくとも今のトランプ政権においては、自分の国を自分の力で守る意思がない国に対しては、アメリカはまず助けてはくれないでしょう。日米同盟は抑止力としては今機能していますが、実際に何か有事が発生した時に、やっぱり助けないよという話になって援軍が来ないとなれば、ピンチになるのは日本自身です。今回の話を聞かれてあなたはどう思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。